視聴ありがとうございます。今回の動画では11月後半、秋の京都にやってきました。美味しい食事や見応えのある観光、旅の疲れを癒す素敵な宿での滞在を楽しんできたので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。京都駅に到着したら、まずは前回と同じように荷物の配送をお願いしに行きます。荷物を預けて地下鉄で移動します。東山駅まで行くので、まずは国際会館行きに乗ります。烏丸池駅で東西線に乗り換え、六地蔵行きに乗車。東山駅に到着しました。一番出口から出て、白川の橋の方向に5分くらい歩いていきます。そういえば、烏丸池駅で乗り換えた時、私が後ろの方の車両に乗っていたというのもあるのですが、東西線のホームに移動するのに階段を上ったり降りたりしてちょっと移動距離があって、乗り換え時間3分だったんですけど、結構ギリギリだったので、大きめの荷物を持っていて目的地まで急いでる場合などは気をつけた方がいいかもしれないです。ただ5分や10分くらいで次の電車が来るので、次の電車でも大丈夫という場合は問題ないと思います。ザ・ホテル東山 by 京都東急ホテルさんに着きました。こちらの地下1階、フレンチレストランの七の市さんに行きます。七の市ランチコースをいただきます。まずは前菜、国産牛肉のカルパッチョ、きのこのマリネと京漬物です。柔らかいお肉で京漬物のさっぱり感と一緒にいただきます。スープはごぼうのポタージュ、上に乗っているチップが食感良くて美味しかったです。メインは6種類から選べ、牛ほほ肉の赤ワイン煮込みをお願いしました。煮込まれたお肉が柔らかいお料理なのは分かっていましたが、今まで食べた赤ワイン煮込みの中で一番柔らかかったです。想像を超える柔らかさにびっくりしました。そしてさらに驚いたのがデザート。これコースの最後に出てくるデザートっていうより一品で頼むレベルです。甘さ控えめでほろ苦さがアクセントになっていて美味しかったです。お腹がいっぱいになったところで平安神宮に向かいます。ランチをいただいたザ・ホテル東山さんから東山駅方面に少し戻って、三条神宮道の交差点を右に曲がるとすぐに赤い鳥居が見えてきます。平安神宮の大鳥居までやってきました。昭和天皇の御大礼を記念して建てられた鳥居で、高さは約24メートルだそうです。大鳥居の右側にある洋風の建物に和風の屋根が特徴的な京都市京セラ美術館。今日はお昼頃から雨予報だったので、雨が降っていたらここに行こうと思っていたのですが、幸いまだ雨は降っていなかったので、このまま平安神宮に参拝します。ザ・ホテル東山さんから徒歩10分くらいで平安神宮に到着しました。御祭神は桓武天皇と孝明天皇で、1895年、明治28年に平安遷都1100年を記念して創建されたそうです。正面の大天門は平安京大内裏の成長、
長道院の応天門を8分の5のスケールで模したもので、創建当時に造営されたものだそうです。平安神宮の社殿は桓武天皇が開かれた当時の平安京の正庁、長道院が約8分の5の規模で再現されているそうですが、残念ながら現在補修工事中で見られませんでした。門をくぐってすぐの場所、左側に白虎の石像と右側に宗龍の石像がありました。他にも白虎や宗龍の名前のついた詩人信仰を思わせる建物や池があり、詩人信仰に基づいて平安神宮を中心に東の八坂神社、西の松尾大社、南の城南宮、北の上賀茂神社を巡る京都五社巡りもあるそうです。平安神宮には国指定名勝の庭園もあるのですが、次の訪問先のことを考えると広くて時間がかかるので今回はやめておきました。平安神宮を出て次の目的地に向かいます。今のところまだ雨は降っていないので、このままなんとかお天気持ちこたえてほしいです。平安神宮の前の道を東の方向に向かってどんどん進んでいって、ひたすら歩くこと約15分。ここから右に進むと永観堂や南禅寺に行くのですが、哲学の道って行ったことないなぁと思ってちょっと見に行くことにしました。途中でおしゃれな感じのお店を発見と思ったら、ガレットやクレープが美味しそうで今日のランチ候補にチェックしていたお店でした。今日のランチ、七の市さんとさっきのお店で最後まで迷っていたのですが、天気予報で今日雨になっていて、雨がひどかったら屋内施設の見学に切り替えようと思っていたので、そうすると美術館や図書館が集まっている平安神宮の近くがいいかなと思って、今回は七の市さんにしました。ガレット好きなので次の機会に行ってみたいです。この道の先が哲学の道なのですが、上り坂になっていて地味にきついです。あと、石畳が濡れてちょっと滑りやすくなっていたので、下りはちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。で、こちらが哲学の道。銀閣寺から若王子神社まで続く小道で、京都帝国大学で哲学を研究した西田喜太郎氏や田辺一氏が思案しながら散策したことから名付けられたそうです。哲学の道を一瞬見て、永観堂に移動してきました。訪問したのが11月末で、例年だと紅葉真っ盛りの時期なのですが、今年は遅れていたみたいで、この時はまだ緑色の葉っぱが多かったですが、個人的には緑と黄色と赤が混ざったこのくらいの感じが好きです。この時は秋の特別拝観期間中でした。永観堂の正式名称は善林寺といい、見返り阿弥陀像をご本尊とする浄土宗青山臨泉寺派総本山の寺院で、永観堂という通称は陽観立志にちなんでいるそうです。お堂の方に向かおうとしたら、江戸時代の浴室の表示があったので見に行ってみます。中には持ち手付きの桶がたくさん積んであって、説明書きなどが見当たらなかったので詳しくはわかりませんが、おそらくサウナ式の浴室のようです。
特別展を見に行きます。お堂内の文化財は撮影禁止ですが、重要文化財の菩薩来芸図や初公開の火炎放射型車両機などが見学できました。紅葉が遅れているとはいえ、本来ならピークの時期だし、平日で雨が降っているとはいえ混んでるだろうなって思ってたのですが、境内は屋外もお堂内も通路の通りにくさなどは感じられないくらいの人出で、ゆっくり見学できました。永観堂を出て南禅寺に向かいます。ちょうど高校生か中学生の下校時間みたいで、続々と門から生徒さんたちが出てきました。学生さんの流れについていってたら曲がり角通り過ぎてしまいました。この門のとこから曲がります。ちなみにこの道は南禅寺の裏というか横の方から入るので、正面から入りたい場合はさっきのところから曲がらずにまっすぐ行って左に進んでください。南禅寺の敷地内に入りました。さっきの道から来ると報道の後ろ側に出ます。南禅寺の正式名称は瑞龍山太平国南禅禅寺というそうです。臨済宗南禅寺派の大本山で1291年昭和4年に神山上皇の離宮を寺院に改めたのが始まりだそうです。国宝の方丈や山門をはじめとした重要文化財や国名勝の方丈庭園があり、レンガ造りの水路閣が有名なお寺です。水路閣の横を上に行ってみます。坂を登った先にあったのは最勝院高徳庵。静かで素敵なお寺でした。南禅寺に戻って今日のお宿に向かいます。お宿までは歩いてもバス利用しても20分ちょっとですが、どちらにしても雨の中15分は歩くのでタクシーを利用しました。知恩院さんの宿坊和順会館さんに宿泊します。前回の智釈院さんに続き
2度目の宿坊宿泊です。チェックインはホテルみたいにスーツを着たスタッフの方に対応していただきました。内装もホテルのようで綺麗な建物です。アメニティはお部屋に用意されていますが、スキンケアセットはチェックインの時に必要な数を伝えるとフロントで用意していただけます。ちなみに石器製のスキンケアセットがいただけました。今回宿泊したのは和室。1週間前にギリギリ残っていたお部屋を予約できました。丸山公園側の部屋で長楽館の建物がちらっと見えました。加湿空気清浄機やお茶セットとお水も用意されています。押し入れの中にお布団が入っているので、お布団は自分で敷きます。照明はリモコン操作できるので寝るときに便利です。朝の法要に参加する人向けに5時20分に放送が流れるので、法要に参加を希望しない場合はこのつまみを回してスピーカーをオフにしておきます。バスルームはシャワーカーテンを引いて使うタイプですが、大浴場があるのでお風呂は大浴場を利用させていただきました。クローゼットの中にアメニティや浴衣、羽織、セキュリティボックスがあり、アメニティは歯ブラシ、ヘアブラシ、コットンセット、カミソリ、シャワーキャップが用意されていて、館内はどこでも浴衣で過ごせます。2食付きプランなので部屋で少し休憩して夕食に来ました。夕食は17時30分からラストオーダーが20時30分で17時30分にお願いしました。食事は境界席でこちらがお品書きです。まずは前菜。紫芋の甘みのある湯葉は初めての味だし、カラッと揚がったフグやクリーミーな柿など彩りも綺麗で美味しいです。お鍋は黒毛和牛と季節野菜の利休仕立て鍋です。最後にデザートをいただいてお腹いっぱいです。ここがお寺の施設というのを忘れそうになるような懐石料理でクオリティ高いお食事でした。お部屋に戻ってテレビを見たりお茶を飲んだりして一休み。すると茶器に書かれている御紋がすごく見覚えあると思ったら、なるほど、ゆかりがある寺院だったんですね。ちょっと休憩して満腹だったお腹も落ち着いてきたので、知恩院さんの夜間拝観に行きます。めんどくさがりの私でも出かける気になる素敵すぎる立地です。和順会館の宿泊者は夜間特別拝観の割引チケットをいただけたので半額で入れました。入り口から中に入るとすごく幻想的な景色が広がっていて、雨は降っているけど光に雨が映ってそれもまた幻想的なので、これもまた綺麗です。
雨が降っているおかげでと言ったら変かもしれないけど、でもやっぱり雨が降っているので人が少なくて、スタッフの方もいつも平日でもかなり混んでいるっておっしゃってたので、靴はべしゃべしゃだけど、やっぱり雨のおかげでゆっくり見られてよかったです。ライトアップを楽しみながら御影堂のあるところまで登ってきました。現在の御影堂は1639年、寛永16年に徳川三代将軍家光公によって建てられたものだそうで、国宝になっています。御影堂の中では僧侶の方のお話を聞いて木魚体験ができました。幻想的な世界を堪能して、お部屋に戻ったら翌朝に備えて、お風呂に入って早めに就寝します。2日目の朝、なんとか5時に起きて朝の法要に参加します。和順会館のロビーに集合してみんなで移動します。この日は多分50人くらいいました。外はまだ真っ暗です。御影堂のあるところまで登ってきて、まずは阿弥陀堂でのお勤めです。その後、御影堂に移動してのお勤めになります。御影堂ではお勤めの後に僧侶の方の法話を聞いて、全部で所要時間1時間半くらいでした。参加者も度胸やお焼香をする時間があって、個人的な印象では、前回参加した智釈院さんは見学させていただく感じで、智恩院さんは参加させていただくというイメージでした。法要の後は御影堂で解散になり、あとは各自で戻るので、境内を少し散歩しては巡回館に戻ります。戻った後は朝食へ。朝食も昨日の夕食と同じお店です。テーブルに用意されているおかずやお鍋と、ご飯やお味噌汁、おかず類がビュッフェ形式で置いてあります。ビュッフェ台からお粥とお味噌汁、だし巻き卵とナスの煮浸しをいただいてきました。
チェックアウトをしてお隣の丸山公園をちょっと見に行って、和順会館前からタクシーで次の目的地に向かいます。京都御苑に到着しました。今日は荷物を持っての移動なので、まずはコインロッカーへ預けに行きます。こちらの中立売休憩所の中にコインロッカーがあるので、荷物を預けたい場合は中立売御門から入ると便利です。荷物を預けて御所の見学に行きます。休憩所から近いところに入り口はありました。この時は秋の特別公開中でしたが、一般公開は通年でされています。御所に入りました。受付や入場料は必要なく、皇宮警察の方から手荷物検査を受けて入ります。奥に見えるのは紫宸殿。平安時代からの由緒を持つ正殿で、宮廷の重要な儀式が行われた場所だそうです。紫宸殿の左右には右近の立花と左近の桜があり、儀式の際にそれぞれの木の近くに左右近衛府の武官が警護の陣を敷いたのが由来だそうです。特別公開期間中は日替わりで雅楽や蹴鞠の催しがあり、ちょうど雅楽が始まるところでした。清涼殿では人形が置いてあったり、内部の装飾が見られたりして、宮中の雰囲気が感じられました。建物やお庭を見学してお昼ご飯にしたいと思います。中立寄休憩所に戻ってきました。中のお食事処でお昼ご飯にします。見た目がインパクトある御所車御膳を注文しました。御所車の下の段は本日の今日のおばんざい、上の段は主菜で、上の段のお料理はこの日は和牛すき焼き重と野菜天ぷらから選べたので、和牛すき焼き重にしました。見た目も雅で嬉しいのですが、和牛すき焼き重が多分だしベースなのかなと思うのですが、上品な味で、濃いめの味があまり得意じゃない私としてはかなり好きな味でした。お腹も満たされたところで京都御苑を後にします。中立売御門から出て、烏丸通りを烏丸池方面に歩いていきます。烏丸通りをまっすぐ20分くらい歩いて到着したのは訓習館さん。
お香の老舗、松栄堂さん運営の香りのミュージアムです。館内では様々な香りが体験できたり、お香作りの作業工程が紹介されています。松栄堂さんの店舗とは中でつながっているので、見学の後お買い物もできます。次の目的地へは松栄堂さんを出て烏丸池方面に一つ目の交差点から二条通りに入ります。二条通りを10分くらいまっすぐ歩いて二条城に到着しました。券売所の近くにコインロッカーがあったので荷物を預けて入場します。重要文化財の唐門。門の内側は長寿を意味する松竹梅に鶴や聖域を守護する空想の動物、唐獅子など豪華絢爛な極彩色の彫刻で飾られています。二の丸御殿の中は以前入ったことがあって撮影もできないので今回はお庭の見学だけにしました。1603年慶長8年の築城時に作られた庭園で、1626年寛永3年の後水尾天皇による行幸のために改修されたものとみられるそうです。袖すまきが冬支度の最中でした。以前来た時は工事中だった本丸御殿も2024年の3月末に修理完了して9月から一般公開を開始してました。40分くらい見学して次の場所に向かいます。さっき通ってきた二条通りに戻ってホテルザ・三井京都さんの壁沿いに歩いて一つ目の角を右折、まっすぐ進むと左側にある京都小川生薬さんです。カフェとレストラン、宿泊施設があり、今日はこちらに宿泊しますが、まずはカフェで休憩します。老舗の生薬メーカー小川生薬さんの子会社が運営で、店内では生薬を使ったスイーツや健康茶がいただけます。和のテイストを取り入れたおしゃれな店内で、コロンとしたフォルムの椅子が可愛いです。5種類のお茶とスイーツが楽しめるペアリングセットをいただきました。健康茶って苦そうみたいなイメージを払拭する読みやすいお茶で、生薬を使ったスイーツはどれも甘さ控えめで美味しかったし、いろんな味が楽しめて満足感高いメニューです。続いて3種のわらび餅もいただきました。抹茶、小豆、トウモロコシの粉末と豆乳ホイップクリームがついた黒糖のわらび餅に4種類のお茶がセットになっています。
セットを食べた後ですが、味変しながらペロッと食べてしまいました。美味しいスイーツでお腹いっぱいになって宿泊するお部屋へ。3階が1日1組限定の宿泊施設になっています。大きな姿見の鏡もある玄関は広々していて、フロアライトの優しい光が迎えてくれます。お部屋に入った瞬間からすごいです。約100平米のお部屋はとっても広々していて、外側に面する壁がガラス張りになっているので、自然光がたくさん入った明るい空間です。リビングルームには4つの扉があり、一番右側の扉を開けると、ゆっくり読書したり書斎として使えるおこもりルーム。2番目の扉はミニキッチン。お水と2種類のお茶、お砂糖を一切使っていないハトムギのおやつが置いてあり、自由にいただけて残ったものは一緒に置いてある紙袋に入れてお持ち帰り OK です。引き出しには茶器とグラス、ポットが入っていて、冷蔵庫は製氷皿もある冷凍室と、冷蔵庫にはウェルカムスイーツの抹茶わらび餅が用意されていて、お水は炭酸水も用意してありました。そして3番目の扉ですが、こちらは玄関の荷物のマークが入った扉を開け、ここに荷物を入れて反対側のさっきの扉から受け取れるバゲッジスペースになっています。そして最後の扉はクローゼット。壁には空調や照明、床暖房のコントロールが設置されています。クローゼット内にセキュリティボックスもあり、バゲッジスペースと同じように玄関側からも出し入れができます。寝室はツインベッドで、コンセントと USB ポートが2種類、海外のプラグにも対応するタイプのコンセントまでありました。寝室の奥にあるバスルームの洗面台はダブルなので、2人で一緒に洗面台を使います。リファのドライヤーが用意されていて、椅子があるので座ってドライヤーやお化粧ができるのがありがたいです。アメニティはこちらの袋にまとめられていて、歯ブラシ、ヘアブラシ、コットン、ヘアバンド、カミソリ、ボディタオル、スキンケアセットが入っています。お手洗いは洗面台の近くに独立しています。そして洗面台の奥には天然石で作られた大きな浴槽があります。開放がコンセプトの半露天風呂で、外庭の景色も楽しみつつ、たっぷりの自然光を浴びながら入浴できます。洗い場スペースには水流を切り替えられるハンドシャワーとシャンプー、コンディショナー、ボディーソープが用意されています。そしてお風呂は嬉しい自動給湯付きです。お湯の温度調整や止め忘れの心配がないのはありがたいです。この部屋にはもう1箇所お風呂があって、なんと浴槽が2つ並んでいます。浴槽とシャワーが2つずつあるので、2人でそれぞれ好みの温度や入浴剤で一緒にバスタイムを楽しんだりできますね。こちらのお風呂も自動給湯付きで、こちらのバスルーム内にもお手洗いが設置されています。一通りお部屋を探検したところで早速お風呂に入ります。まずは柚子の入浴剤でお風呂に入ってみます。爽やかな柚子の香りが広がって気持ちがいいです。
浴槽の曲線が背中に沿いやすく、足を伸ばしてもまだ20センチくらいは余裕がある大きな浴槽です。こちらのお風呂のテーマは鎮静。到着日はこちらのお風呂で静かに旅の疲れを癒し、翌日朝の光の中でもう一つの開放のお風呂に入るのがおすすめだそうです。お風呂に入った後、お部屋で1時間くらい休憩して夕食を兼ねてお出かけします。徒歩5分で二条城です。二条城で夜間イベントが行われていたので、事前にチケット購入しておきました。開場時間とほぼ同時くらいに来ましたが、すでにすごい列ができてました。最後尾、お堀の端まで伸びてました。かなり待つかなって思ってましたが、サクサク進むので10分くらいで入りました。今日来たイベントはネイキッドミーツ二条城秋の北条祭りです。動画公開時には終了してしまっていますが、2025年1月13日までは平安神宮で開催されていたり、二条城では去年の秋、春、今年の夏にも開催されていたようなので、概要欄にネイキッドのリンク貼っておきますので、よろしければご参考にされてください。カフェでお腹いっぱい食べてたし、昨日のお昼から毎食しっかりした量を食べていたので、今日の夕飯は少なめにたこ焼きだけにしてみました。この橋の先に進むには本丸御殿エリアの入場チケットが必要です。本丸御殿エリアまで行けるチケットとそうでないチケットがあったので、買うときに要注意でした。本丸御殿にプロジェクションマッピングが映し出されていました。チケットを買うとき、ケチって一般チケットにしようかなって思ったんですが、数百円の差だったし、せっかく行ったので本丸御殿のチケット買っておいてよかったです。お店が出店しているエリアにもプロジェクションマッピングがあったりして楽しかったですが、パラパラと降っていた雨がひどくなってきたので、この辺で撤収します。お風呂から上がってテレビを見ながらのんびり過ごし、お茶を入れて小腹が空いたので
冷蔵庫に入っていた抹茶わらび餅をいただきます。翌朝起きて開放のお風呂に入ります。自動で止まるので、お湯が溜まるまでの時間に朝の散歩などをするのも良さそうです。開放的で気持ちのいいお風呂で、こちらの開放のお風呂は天然石の浴槽で入浴剤は使えないので、そのままの心地よさを楽しみます。どちらを向いて足を伸ばしても反対側に届かない大きな浴槽で、朝の光の中、お風呂に入る贅沢な時間が過ごせました。2階のレストランに朝食を取りに来ました。窓に向かって奥まで長く続くカウンターが印象的な温かい雰囲気の空間です。朝食は完全予約制の回転制になっていて、各予約時間に一斉にスタートします。ナプキン代わりの手ぬぐいは記念に持ち帰りができます。まずは始まりのお茶とお目覚めの一品。蜂蜜で少し甘みをつけたヨーグルトの中には、お砂糖や油を使っていない無添加の日本産ハトムギグラノーラが入っています。体を温めるお鍋料理は、京都のお豆腐を使った濃厚湯豆腐。よもぎ、生姜、塩をブレンドした生薬塩と、徳島県産の有機すだち果汁でいただきます。とっても柔らかい絹ごし豆腐で、しっかり出汁が取られていて美味しいです。湯豆腐をいただいた後は、アグー豚と季節野菜をしゃぶしゃぶでいただきます。ティーペアリングにはヴィンテージもののプーアール茶。他に本日の健康茶が3種類あり、3種類の中から好きなお茶を好きなだけいただけるので飲み比べもできます。船のような形の木製皿に乗せられ、彩り豊かなお料理をちょっとずついただけるプレートは見た目も楽しい一皿です。炊きたてのご飯は白米と雑穀米が用意されていて、おかわり自由なので一杯を少なめにして両方いただくのもおすすめです。コースのお料理とは別に注文できるアラカルトのお料理もあって、こちらは名物のだし巻き卵。大きくて柔らかいだし巻きで、じわっと広がるお出汁の味とキニラがアクセントで、これすっごく美味しいです。日本一太い徳島半田そうめんは、麺の上に卵白のエスプーマとすだちが乗せられていて、コース終盤にさっぱりと食べられました。コースの最後にはミントが添えられた黒文字のジェラート。落ち着いた味が特徴の和紅茶と一緒にいただきます。黒文字のジェラートはカフェでもいただきましたが、こちらでは一味違った食べ方で提供されました。まずはそのまま一口。次はミントと一緒に。後半はすだち果汁をかけていただきます。ジェラートにすだち果汁かけるって意外だったけど、びっくりするほど合います。どれもとても美味しいお料理で、いろんなお茶も楽しめるし、朝からとても贅沢な時間を過ごせました。快適すぎて名残惜しいけどチェックアウトします。こちらのお部屋は尺の都合で、この動画では簡単にルームツアーしましたが、自然の素材をたくさん使ったこだわりのお部屋やお料理など、前回の動画で詳しく紹介しているので、よろしければ前の動画もご覧いただけると嬉しいです。チェックアウトをして京都駅に向かいます。
ANA クラウンプラザホテル京都さんの横の押小路通りを通って約3分で二条城前駅に到着。2番乗り場から六地蔵や琵琶湖浜大津方面の地下鉄に乗り、烏丸池駅で烏丸線に乗り換えて1番乗り場から乗車。京都駅に到着して新幹線に乗る前にもう1カ所、京都ほぐし堂のボルタ京都駅前店さん、ヨドバシカメラ横の大和ロイネットホテル京都駅前さんの地下にあるので、京都駅から地下道で直接来れます。今回の旅では雨が降っていたり、上り坂や砂利道で体力を消費したりして体の疲れ具合が大きくて、帰りの新幹線で座ってるだけでもちょっとしんどそうだなっていうくらい疲れていたので、帰る前に60分間しっかり疲れをほぐしてもらえて助かりました。新幹線出発の25分前に京都駅に戻ってきて、ささっとお土産を購入し、新幹線に乗り込んで帰路に着きます。今回の旅はお天気がちょっと良くなかったけど、なんとか見たかったところは巡れたし、たくさん美味しいご飯も食べて、夜間イベントにも行ったりと、自分としては充実した旅を過ごせたかなと思っています。今後も旅に関する動画を投稿していきますので、ぜひまた見に来ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。